お疲れ様です。お疲れ様です。前回にアップした瀬島雄三参謀の動画なんだけど、アップ主の予想以上にご視聴をいただきまして、昭和の参謀の知名度に一興だったな。瀬島雄三の軍歴を追っていくと結構語るべきところの多い軍歴だったので、前回は大東亜戦争開戦のところまでしか解説できなかったんだが、今回は、商社時代や臨調時代の瀬島雄三に並んで、あるいはそれ以上に寄与方変の激しい同人の職歴である、大東亜戦争時における大本営幕僚時代の瀬島雄三について話をしたい。大本営の奥の院で何が起きていたのか、色々と風説が尽きないところだね。瀬島雄三が関与したという説もある核事件、すなわち台湾沖航空船の電報握りつぶしの嫌疑事件や、ヤルタ会談におけるソ連対日参戦の予告電報握りつぶしの嫌疑事件の検討なども交えて、大東亜戦争において大本営参謀たる瀬島雄三がどのような行動をたどったのか、解説を行いたい。なお、戦後に商社マンとして活躍する瀬島雄三の動画をはじめ、当チャンネルのメンバーシップにつきましては本動画の最後にご紹介をしております。瀬島雄三、これ以降は同人の最終階級を考慮し瀬島中佐と呼称するが、瀬島中佐が参謀本部作戦下参謀すなわち大本営幕僚として軍務に励む中、帝国政府は米英に対し開戦を決意、昭和16年12月8日の開戦準備を整え、その前日である7日から8日にかけて、瀬島中佐をはじめとする大本営陸軍部幕僚らは、交代で仮眠を取りながら、戦火の第一報を待ち続けていた。そして、運命の8日、午前4時近くに海軍より第一報が入り、ハワイに対する奇襲作戦とコタバルに対する上陸作戦が共に成功した旨の報告がもたらされた。とうとう始めてしまったか。初期の作戦は帝国陸海軍の想定を上回る速度で展開し、湧き上がった帝国陸海軍は当初の作戦案よりも積極的かつ広域に及ぶ兵力の展開を決定。戦線を拡大しながら占領エリアを広げていった。過程はありえないんだけどさ、早期に絶対国防圏みたいな手堅く防衛する地域を限定して、航空基地と要塞を整備してたら、この戦争はどうなってたんだろうね。歴史に過程はありえないと一般的には言うから、難しいところだね。さて、この積極的攻勢策を取ったことで、まずつまずいたのは帝国海軍だった。海の表しを要する海軍がどうつまずいたの？ミッドウェー海戦での大敗だ。空母4隻や多数の艦艇、航空機を投入した帝国海軍は米軍の急降下爆撃を受けて大損害を被り、多数のベテランパイロットを失うに至った。太平洋戦局の転換点とも評価されるこの大敗につき、海軍は大本営発表で正確な事実を公表しなかった。その後、政府による捏造の発表を揶揄する慣用句ともなってしまった大本営発表が常態化していくことになる。しかも、大本営海軍部はこの事実を首相である東条英機陸軍大将にもすぐに報告することはなかったそうだ。そのミッドウェー海戦と瀬島さんがどう関係あるの？戦後に囁かれた風説として、海軍が陸軍に隠そうとしたミッドウェー海戦敗北の事実を、瀬島中佐は把握していたにもかかわらず、これを陸軍上層部に報告しなかったのではないかという風説がある。なんで陸軍の参謀本部の参謀たる瀬島さんが海軍の重大機密を把握してたっていう話が出てくるの？後年、瀬島中佐は伊藤忠商事の会長を経て、中曽根康弘がリードする臨調にて行政改革に参与するんだが、そこで同僚になった人が証言するところだと、瀬島中佐は同人に対し、実はミッドウェー海戦敗北の件を、瀬島中佐は海軍の知人から聞いていたんだが、瀬島中佐は海軍のメンツを考慮して上層部には報告しなかったと述べたとのことなんだ。仮にそれが真実だとして、それがどういう意味で批判される問題となるの？大本営陸軍部、つまり参謀本部作戦下が太平洋での作戦を立案する際には、輸送や護衛など海上戦力の見積もりが不可欠の要素であるところ、この海上戦力の見積もりに重大な影響を与えるミッドウェー海戦の敗北、つまり海軍の大規模な損耗という真相について、瀬島中佐が陸軍上層部にこれを伝えなかったことは、後々の陸軍の作戦に悪影響を与える結果になったという批判だ。この風説に関しては、臨調の同僚の回想が根拠とされるんだが、
同人の階層を補強する他の人の証言や、または同人の階層を裏付ける客観証拠があれば強い見解となる。他方、証拠が臨調の同僚の階層だけとなれば、その人の発言が信用できるか否かが問題となる。もっとも、海軍が陸軍軍人全員にこの事実を隠蔽したのかというと、確かに海軍は陸軍大臣や東条首相や国民などには正確な事実を伝えなかったんだが、陸軍の参謀本部作戦課の面々には、ミッドウェー海戦の数日後に状況を極秘に伝えたという複数の証言や記録があるため、そもそもこの風説の、海軍は参謀本部作戦課を含む陸軍当局に一切ミッドウェー海戦の事実を伝えなかったという前提自体が脆弱と思われる。そうすると、瀬島中佐がこの件で嫌疑をかけられるのは、参謀本部作戦課全体が政府に密告しなかった事実はあるものの、当該下の少曹参謀だった瀬島中佐個人に嫌疑をかけるのはとばっちりなのではないかと、アップ主としては考えている。しかし、ご視聴者様には色々とご意見があると拝察しますので、何かご意見がありましたらどしどしコメント欄にコメントください。なお、瀬島中佐はこの点につき、ミッドウェー海戦の状況を参謀本部に伝えてきた海軍に関して、海軍にはミッドウェーでの失敗を会議の訴状に載せたくない雰囲気があり、陸軍としてもそれをつくのをためらったと回想している。陸軍と海軍が分立する大本営の欠点が現れているね。さて、次に瀬島中佐が深く関与した激戦である、ガダルカナル島の攻防につき話をしよう。ガ島だね。帝国陸軍が大量に兵力を投入したにもかかわらず食料等の補給がままならず、飢餓と病により大量の死者を出してしまった辛い記憶の島だが、この島は陸軍と海軍の中を一層険悪にした島でもあった。陸海軍を一層険悪化させたってどういうこと？ガダルカナル島に陸軍の派兵を要請したのは海軍だったんだ。もともと海軍は飛行場を整備するために海軍陸戦隊を同等に派遣していたところ、米軍の上陸を受け、海軍は陸軍に支援を要請した。この支援要請を受諾した陸軍は、泥沼のガダルカナル作戦に足を突っ込むこととなった。しかも、戦闘が進み、補給不足にあえぐ陸軍の部隊を救うため、海軍の艦艇による補給を強く督促する陸軍に対し、海軍が艦艇の消耗を危惧して消極的な対応をしたこともあり、もともと連携に難のある陸海軍の間に、より深い亀裂が走る作戦となった。陸軍に島への派兵を要請しておきながら船を出すのを渋るのはすごいな。まあ陸軍もやってはいけないと戒められている筑紫増派をやってしまったり、兵隊に対する関心が伝統的に薄かった事情もあるんだけどね。派兵された一木支隊、川口支隊、第二師団の苦戦を受け、大本営はようやくガダルカナル島の作戦全体を見直すべきと判断し、この時点ではまだ総攻撃による飛行場の奪回方針だが、ガダルカナル島の視察から帰国した辻正信参謀の報告も受け、ガダルカナル島方面の作戦担当として、瀬島中佐が任命されるに至る。とんでもない状況で背負わされたね。逆にそれまで瀬島中佐は作戦下で何を担当してたの？大曹を主軸とする北方方面及び全般作戦の運用だ。瀬島中佐は作戦下の中でも若手だったから、全般に及ぶ総務的な業務をやらされていたのかもしれないね。瀬島中佐は作戦室でガダルカナル島作戦を練るために農省を振り絞った。しかし、ガダルカナル島の奪回にはどうしても困難な事情が瀬島中佐を延々と悩ませた。どうしても困難な事情って何？船だ。ガダルカナル島を総攻撃するためには兵力の輸送、弾薬や食料の補給などとにかく船舶を吸収する作戦となるところ、参謀本部としてはすでに派兵してしまった兵力を救う意味もあり、船舶の思い切った投入を決断するんだが、これは参謀本部だけで決められる話ではなかった。どこが決める話なの？陸軍の行政府である、陸軍省だ。当時の陸軍は、行政の陸軍省、傭兵の参謀本部、教育の教育総監部がそれぞれ天皇に直令するという複雑な機構であり、ガダルカナル島の作戦は参謀本部が司るのに対して、船舶の徴用や投入量の決定は陸軍省が司るという、縦割りを絵に描いたような状況だった。戦局の悪化により国内の船舶量が激減している状況を考慮し、
陸軍省は参謀本部の要求する船舶用の投入に不同意を突きつけた。ところが、これに激高して東条英機首相に直談判し、挙句の果てに東条首相を怒鳴りつけるという蛮行に及んだ猛者がいた。まさか瀬島さんが、瀬島中佐はそういう猛将タイプというよりも秀才タイプだからそんな蛮行には及ばない。怒鳴り込んだのは参謀本部作戦部長という重要職にあった軍人、瀬島中佐の上司である田中真一中将だ。田中さんは首相に怒鳴り散らしてその後無事だったの？もちろん更迭された。ちなみにだが、田中中将は中央の作戦部長からその後に南方方面の師団長に左遷され、無謀の代名詞ともなった悲劇の作戦であるインパール作戦に関与するという運命をたどる。この一件により、参謀本部作戦部の幹部は人員入れ替えとなり、田中作戦部長と服部拓司郎作戦課長は異動となった。野門藩事件の服部さんも作戦課にいらしたんだね。新しく着任した真田作戦課長と共に瀬島中佐はガダルカナル島作戦を検討したが、大本営はガダルカナルの奪還を主張するのに対し、政府と陸軍省は船舶保全を強硬に主張する中、板挟みの状況となった。瀬島中佐と真田作戦課長は、米軍との戦闘の実情を地質する現地軍の意見も聞くことを考え、ラバウルに出張した。ラバウルの第8方面軍の幕僚連は、出張にやってきた大本営参謀たる瀬島中佐らに対し、決して撤退という語句は使わなかったが、ガダルカナル島に対する総攻撃を進めるものではなく、確たる生産のない中での総攻撃に消極的な示唆をし、東京においては冷静に判断をするよう瀬島中佐らに促したそうだ。撤退しろと暗に言ってるね。しかも、海軍の連合艦隊は、艦艇部隊の消耗状況を考慮して、今後一切のガダルカナル島に対する駆逐艦による輸送を断るという、血も涙もない通知を陸軍にするに及び、瀬島中佐と真田作戦課長愛を固めるに至る。どんな方針案を進めることを決意したの？瀬島中佐と真田作戦課長としては、第一案の総攻撃、第二案の在賀島部隊を維持しつつ後方戦での防御力強化、第三案の賀島撤退という三つの作戦案を巡らしていたが、ラバウル出張において、第三案の賀島撤退を決意した。東京に帰任した瀬島中佐を中心にガダルカナル島からの撤退案が大急ぎでまとめられ、海軍にも協力を要請したところ、海軍としてもガダルカナル島に陸軍兵力を吸い寄せた負い目があったのか、海軍艦艇による輸送に同意をした。そして、海軍の駆逐艦数十隻をもってピストン輸送が決行され、ガダルカナル島からは陸海軍合わせて1万人以上の兵員が撤退した。大本営は撤退という語句で国民に発表したの？大本営的には撤退ではなく転進だ。ここら辺の大本営文学には苦笑いせざるを得ないが、さらに帝国陸軍は苦境に追い込まれていく。ガダルカナル島をはじめ数々の重要な島嶼を失った日本は、絶対国防圏を設定して防衛達成を期すも、これを簡単に米軍に破られた。そして、首相をしながら陸軍大臣も兼務していた東条英機は、軍政と軍令、すなわち陸軍の行政と傭兵とが陸軍省と参謀本部という別機関の別系統になっていることの弊害を痛感し、陸軍大臣と参謀総長との兼任を決断する。東条英機が陸将と総長を兼任するのに問題はなかったの？参謀本部サイドからは猛反発で、特に参謀総長の杉山はじめは、大日本帝国憲法の統帥権独立の原則に抵触すると難色を示したが、宮中工作を守備よく済ませていた東条英機の政治力に押し切られる形で参謀総長を更迭され、東条英機は陸軍大臣と参謀総長を兼任した。その措置に対する瀬島中佐の評価はどうだったの？作戦業務の処理が迅速化したとして、高評価だった。この東条英機の措置については、同人の独裁者像の一つとして語られることの多い措置だが、瀬島中佐と同様に、純粋に仕事の面で業務がスピーディーになったとして好意的に解雇する陸軍将校は参謀本部にも陸軍省にもおり、軍政と軍令という縦割りの弊害を打破しようとした東条英機の企図はある程度合理的だったのではないだろうか。しかし、マリアナ諸島の陥落に伴い求心力を失った東条英機は参謀総長職を梅津義次郎に譲ることになり、
やがて当閣の浮き目に遭う。この間も一貫して参謀本部作戦下参謀県大本営陸軍部幕僚の地位にいた瀬島中佐は、ガダルカナル島作戦に続いて帝国陸軍の重要な作戦立案を託される。重要な作戦って何？その作戦名は、小1号作戦だ。小1号作戦はフィリピンを主戦場とした作戦であり、米国の植民地だったフィリピンを必ずや奪還するために来航するであろう米軍との一大決戦を想定した作戦だった。しかし、ある誤報事件も影響して、この小1号作戦は最終的に頓挫してしまう。ある誤報事件って何？台湾沖航空戦に関する誤報事件だ。この事件でも瀬島中佐の関与が風説として存在するため話をしていこう。そもそも、台湾は日本が日清戦争以降領有して航空基地等を整備していたところ、米軍からするとフィリピンと並んで重要な攻略目標だった。これを見越した帝国陸軍及び海軍としては、台湾周辺の制空権を死守し、米軍の機動艦隊を何としても叩かねばならないという焦燥に駆られていた。この焦燥のもと実行された台湾沖航空戦において、日本海軍の航空部隊は大きな損害を被りつつも米軍の機動艦隊と戦闘を交え、実際は緊張な戦果であったにもかかわらず、帝国海軍はその戦果を撃沈空母11隻、撃破空母8隻という事実と異なる過大な戦果と誤認し、大本営もそれを鵜呑みにして国民に発表し、日本は虚偽の戦果に沸き立ってしまった。なんでそんな事実と異なる戦果が中央に報告されたの？いろんな要因があるんだが、一説には、当時の日本海軍は多くのベテランパイロットをすでに失っており、この台湾沖航空戦に参加したパイロットは実戦経験に乏しい初心のパイロットが多く、戦果の確認がおろそかなまま、過大な戦果報告が一人歩きした結果であるという指摘がある。その台湾沖航空戦の戦果報告の誤りが瀬島さんとどう関係があるの？台湾沖航空戦の戦果報告、すなわち米機動艦隊の戦力の残存状況遺憾が、小1号作戦の内容に重大な影響を与える事柄だったんだ。すなわち、仮に戦果報告通りに当該エリアの米機動艦隊が壊滅状態になったとするなら、小1号作戦の主力は元々の作戦エリアであるルソン島からレイテ島に戦力を輸送して米軍を迎撃することを施行することになり、逆に、戦果報告が事実と異なり、米機動艦隊が健在の場合は、日本軍が相変わらず制空権を失っており艦砲射撃にもさらされるという前提のもと、小1号作戦は迎撃準備の進んでいたルソン島で持久戦に持ち込むなどの工夫が要求された。このように、台湾沖航空戦の戦果はフィリピンを舞台とする小1号作戦に影響を与える重要な前提情報であり、大戦果に躍る大本営は米機動艦隊の壊滅状態という前提で作戦内容を変更し、レイテ島に戦力を輸送する方針に傾いた。しかし、台湾沖航空戦の戦果報告が誤りであるという冷や水を浴びせるような真実の電報を大本営に売った参謀がいた。誰？その真実の電報を売った参謀って？その名は、堀映像参謀。情報分析の正確さにより米軍の戦術や動向を正確に的中させた能力の高さから、マッカーサー参謀と異名された情報参謀だ。この堀参謀はフィリピンに出向く途中の鹿屋航空隊において、台湾沖航空戦の大戦果に疑問を持ち、航空戦から帰投したパイロットらから戦果を詳細に聴取したところ、不正確な戦果であるという確信を深め、その旨を大本営に打電した。しかし、大本営陸軍部すなわち参謀本部作戦課は、台湾沖航空戦の戦果が不正確であることを前提とせず、小1号作戦は大本営と南方軍の誤った情報認識に基づき決行され、日米間の物量差もあり、山下智之率いるフィリピン防衛軍は出花から大損害を被り、小1号作戦の頓挫は決定的となった。堀情報参謀の電報はどこに行ったの？大本営に打電された堀情報参謀の電報を、誰が握りつぶしたのか、その問題点につき、瀬島中佐が握りつぶした張本人なのではないかという指摘があるんだ。誰が指摘してるの？堀情報参謀自身だ。戦後のことだが、堀情報参謀の回想によると、瀬島中佐と堀情報参謀は虎ノ門の地下食堂で再会して飯を食うんだが、この時に、
瀬島中佐は、堀情報参謀の電報を自ら握りつぶしたことを告白したと証言している。瀬島さんもその告白を認めているの？瀬島中佐は、その証言は堀情報参謀の誤解ではないかと述べている。すなわち、堀情報参謀が打電をした当時、瀬島中佐は体調不良で自宅療養しており、電報の握りつぶしなどできなかったという主張だ。アップ主としては、瀬島中佐の主張する体調不良というのが病名として曖昧なものであることや、堀情報参謀のご子息も虎ノ門で瀬島中佐の告白を聞いたと証言していること、台湾沖航空戦の勝利に乗じて小1号をまさに遂行戦とする参謀本部作戦下の当時の空気もあったであろうことを考慮すると、瀬島中佐が主犯的に握りつぶしたものではないにしても、瀬島中佐を含む参謀本部作戦下全体として、電報を握りつぶし、台湾沖航空戦の大戦果は正しいという前提で小1号作戦を決行したのではないだろうか。この点につきましてもぜひコメント欄にご意見を頂戴できれば幸甚です。次に、似たような事件として、米英ソの三大国が戦後処理を話し合い、秘密裏にソ連の対日参戦を密約したヤルタ会談の内容を、極秘裏に日本に打電した情報将校、小野寺少将の電報も、瀬島中佐に握りつぶされたのではないかという風説がある。しかし、この嫌疑については、堀情報参謀の件と比較すると裏付けに乏しい印象であり、ある作家は、堀情報参謀の電報を瀬島中佐が握りつぶしたのだから、その連続性でもって、小野寺少将の電報を握りつぶしたのも瀬島中佐だろうという推認を展開するが、この推認は強固なものではないとアップ主としては思う。まあ連続犯だと疑いたくなる気持ちはわからんでもないが、事件は個別に立証する必要があるからね。瀬島中佐は終戦間際に密命を帯びてソ連に入国するなど、ソ連関係でも色々と仕事をしていた関係で、終戦後には抑留された事情も重なり、とかく噂の絶えない軍人ではある。密命ってどんな密命でソ連に入国したの？抑留される前の、正規の軍人としてだよね。瀬島中佐が参謀次長から指示されたのは、駐ソ連大使の佐藤直武外交官に、現在の戦局を説明するためモスクワに行ってほしいという指示だった。駐ソ大使に戦局を説明してどうするの？その参謀次長がシベリア抑留者中に再会した瀬島中佐に語ったところでは、今にも破棄されそうな日ソ中立条約の維持をソ連に強く働きかけるため、基礎情報として戦局の実際のところを佐藤大使に説明する必要があったとのことだ。ソ連を仲介人とする和平交渉にも関係があったのではないかとされるが、それを瀬島中佐は否定している。和平交渉の件もあったんじゃないだろうか。無事に説明任務を果たして日本に帰国した瀬島中佐だったが、ほどなくして関東軍に移動となり、瀬島中佐は抑留により再びソ連領に赴くこととなってしまう。さて、瀬島雄三の大東亜戦争編の解説をしてきたが、大日本帝国陸軍の軍人を中心にした本チャンネルのメンバーシップのご紹介です。メンバーシップって何を得られるの？画面にあるバッジの使用、メンバー限定の動画が視聴できるなどの特典があります。動画はアップ主が一般公開を躊躇するマニアックなものを今後もアップしていく予定です。ちなみに、最近メンバー限定にアップしている動画は、商社マンになった大本営参謀、瀬島雄三、大日本帝国海軍、大陸渡洋爆撃作戦、戦時下の支配関係、軍部と官僚の攻防、東条英機、派閥構想編、鈴木貫太郎、魚雷の攻防日清戦争編、東条英機、左遷編、軍事参議院、天皇の軍事顧問集団、笑顔の軍人宰相桂太郎などです。詳しくは画面下の概要欄にあるメンバーになるというボタンを押しますと詳しい紹介動画を見ることができます。ちなみにボタンを押してもすぐメンバーに申し込むことにはならず、紹介動画が流れるのみですのでご安心ください。また、概要欄の URL をクリックしても紹介動画を見ることができます。ここまで見てくれた人、ありがとう。秋田号を引き続きご愛顧ください。